揺れながら海中を進んでくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力発電潜水艦を作ってみようと思います。発電の仕組みをさらに強化して水中も問題なく移動できるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは前回作った人力発電飛行機の発電機部分をさらにパワーアップさせて発電効率を上げていきましょう。とりあえずこのまま回すと 80rpm くらいでしたが、ここから発電用のモーターを右側だけではなく左側にもつけて大鉄鋼を使って2つのモーター同士が通電しないようにしました。これならもっと効率よく発電してくれるんじゃないでしょうか。早速動かしてみると、モーターが増えたせいで抵抗が強くなったのか、回し車の速度が遅くなりました。なのでプロペラの回転数の方も 80rpm くらいとほとんど変わっていませんでした。倍にはならないんですね。ここでさらにモーターの数を増やして3つにするとどうでしょうか。早速回してみると、回し車の速度がさらに遅くなりました。そしてプロペラの回転数は 60rpm くらいとさらに低下してしまいます。だったらもう一つモーターを追加するとどうでしょうか。もうここまで来ると抵抗が強すぎて歩いて回し車を回しています。プロペラの回転数も 50rpm くらいに低下しています。モーターを増やせばいいというわけではないんですね。モーター2本に戻しましょう。それから人力発電自動車の時は有効だった回し車の重量を増やす方法でパワーアップするか試してみます。とりあえず5キロくらいの重りを4本20キロ重くしてみました。この状態で回してみると、それなりの速さで回ってますね。でも回転数を測ってみると 80rpm くらいとほとんど変わりません。ここでモーターを1つ減らして1つのモーターだけで発電してみましょう。そうするとうまく回し車を回転させることができれば最大 85rpm くらいの速度で回ってくれました。どうやら効率よく回せるちょうどいい重さがあるみたいです。それからさらに重りを4本追加して合計40キロにするとどうでしょうか。かなり高速で回っているような気がします。回転数を測ってみると回し車の回転数が 250rpm くらい、プロペラの方も最高 95rpm くらいとかなり速くなってくれました。このくらいの重りがついている方が発電効率が上がるっぽいですね。試しにここで発電用のモーターを2つにしてみると 75rpm くらいと速度が落ちてしまいました。回し車の回転数も 150rpm くらいとかなり落ちていたので、どうやら発電用のモーターを増やすくらいならモーターは一つで回し車に重りをつけてなるだけ高速でぶん回した方が発電効率が高くなるみたいです。ちなみにモーター一つで重り8本の時の回転数 95rpm はバッテリーの本数で言うと6本分くらいでした。なかなか高出力ですね。これで発電機は OK として、あとはこちらのプロペラを外して
潜水艦用のスクリューをつけていきましょう。水中は抵抗も強く、浮力もあるので、水と同じ比重のプラスチック製の板を10枚重ねた小さなスクリューの羽を4つ取り付けました。さらに、後ろ側にタイヤをつけることで、回し車に前輪の役割を持たせて、地面の上を進めるようにしましょう。よし、これでとりあえずは完成です。早速乗って、海の方に向かっていきましょう。山を降りた後、着水すると、水面を跳ねるように移動してくれました。そのまま進んで、水深の深いところに行った後、回し車を止めると、水中に沈んでくれました。そのまま進むと、海底に沈んだまま、ゆっくり這うように移動しています。スクリューの速度も遅すぎですね。どうやら重すぎたようなので、8つついている重りをすべて外してみましょう。でも間違えて1本だけ残っています。そうすると、スクリューが勢いよく回り出しました。水中だと、重りがない方が良さそうですね。そのまま機体を上に向けて、進み続けていくことで、海面まで浮上することができました。でも、操縦席が引っかかったりするので、もう少し改良しましょう。操縦席の周りの板を厚くして、スクリューの枚数も5枚ずつ合計20枚追加して、全部で60枚にしました。この状態で、もう一度海に向かうと、ダメですね。浮力が強すぎて、水中に沈めません。そこで、操縦席の材質をプラスチックに変更しました。こちらで海に行くと、よし、沈むことができました。でも沈んだ後、スクリューを回しても浮上することができません。どうやら浮力と推進力が足りないみたいです。そこでスクリューの羽の数をさらに20枚追加して合計80枚にして、前方には薄切りにした木を組み合わせたものを貼り付けることで、浮上するための浮きと舵の役割を持たせました。これならどうでしょうか。早速乗ってみると、水面は問題なく移動できます。それから足を止めると、順調に沈んでいきます。この時、なぜか回し車が高速で逆回転して、しばらく発電できなくなることがあるので、注意しましょう。地面にぶつかるか、手足を使ってなんとか押さえつけると、止めることができます。それから、前に移動して発電することで、前方の LED で回転を照らしながら、進むことができました。そのまま機体を上に向けて、浮上することで、海面に出ることもできますし、再び海面で足を止めれば、潜水することができます。必要な動きはできたので、これで人力発電潜水艦は完成ですね。このままカメラの位置を固定して、旋回能力を見てみましょう。揺れながら海中を進んでくれています。機体がそんなに大きくなく、重くもないので、今まで作った一般的な潜水艦と比べると、クイックな旋回が可能です。そんなに速くありませんが、無限に先行できるので、よしとしましょう。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。平らな地面を進むときは、秒速4メートルほどと、歩くより若干遅いくらいです。そのまま海の方まで進んでいって、海面を跳ねながら進むときの速度は、
だいたい秒速2メートルくらいでした。速くはないですが、そこまで遅くもないです。そして、ここで足を止めると、ゆっくり沈んでいきます。途中で回し車の逆回転現象が起こったので、なんとか収めた後、回し車を回すと、なるほど、先行している時の速度は、かなり乱れていますが、秒速 1.5 メートルくらいです。潜水艦としては、それなりの速度ですね。そのまま日が暮れるまで、潜航を楽しんだら、向こう岸まで、潜水艦で移動してみましょう。飛行機ならすぐに行ける距離ですが、潜水艦は速度が遅いので、なかなか時間がかかりますね。しばらく進むと、すっかり夜になって、暗くなってきました。海中だとなかなかの暗さです。よし、この辺で海面に出て、向こう岸に上陸しましょう。夜間に上陸するシーンは、なかなか見れないので貴重です。それでは、暗い海中を進んで、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。勝手に人力発電潜水艦が動いて、よし、スライムを破壊してくれました。ここで、燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、人力発電潜水艦さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー